極東の島国日本。この国には決して触れてはならない歴史のバグが存在します。それは数千キロ離れた中東の砂漠、古代イスラエルとの間に生じた物理的にありえない完全一致です。日本の神輿と古代イスラエルの契約の箱、そして京都の祇園祭と古代ユダヤのシオン祭、これらはともに7月17日という全く同じ日付に実行されるようにプログラミングされています。平和の都を意味するエルサレムと京都の平安京、神社の鳥居の形状は古代ユダヤ人が杉越の祭りで羊の血を塗った戸口の形状と完全に一致します。長野県の守谷山にある諏訪大社、ここには旧約聖書でアブラハムが息子イサクを生贄に捧げようとした守谷山の伝承がそのまま物理データとして残されています。音声データにもバグは存在します。日本の国歌「君が代」、これをヘブライ語で解析すると「クムガヨ」は立ち上がり神をたたえよう、ヤチオに神の先民という裏のコードが浮かび上がります。日本の国技である相撲、はっけよい、残ったをヘブライ語で打て、やっつけろ、打ち破れ、これらはただの偶然でしょうか。いいえ、違います。多くの学者はこれを日本人の祖先がユダヤ人だったからだと血統論で片付けようとします。しかし唯物的な横のつながりではこれほど完璧な同期は不可能です。真実はもっと残酷なシステムの中にあります。かつて古代イスラエルはあらゆるパターンの魂を検証するための世界の中心観測値、プロトタイプとして設計されました。しかし役目を終えたその国は他国の侵略によって消滅し、民は世界へと散りました。そこで観測者たちは地球のシステムに介入し、新たな部隊を用意しました。それが極東の島国です。日本とユダヤの文化的、精神的つながりは同一の観測者、創造者がかつてのユダヤ王国のログを日本というバックアップサーバーに直接インストールした結果なのです。古代イスラエルの地図を縦に伸ばしてみてください。狭いエリアに部族が分かれ、独自の文化を持つその構造は江戸時代の日本藩の構造と酷似しています。汚れを嫌い、塩で清める精神性、三種の神器と実戒の石板を収めた箱、すべては同じ統治プログラムがコピー&ペーストされた痕跡に過ぎません。では同じプログラムを積んだ日本にはどのような運命が待っているのか。その答えが8月15日です。1945年大日本帝国の崩壊。この敗戦は単なる歴史の悲劇ではありません。かつてユダヤ王国が経験したバビロン捕囚という国家崩壊の歴史の再実行、トレースです。かつて世界大陸の観測地に落ちたメギドの日、それが日本の広島と長崎というログを引き継いだ全く同じ座標に投下されました。日本は精神性を失い、資本市場主義へと強制的に書き換えられました。しかしこれはシステム全体が破壊されるのを防ぐためのフォーマット、初期化だったのです。ユダヤ王国と運命を同期された日本はこの初期化を経て次のフェーズへと移行しました。それがキリスト教の聖書に記された千年王国のシミュレーションです。高度な AI、知、ダートを取り入れ圧倒的な平和と安定を享受する時代。しかしこの平穏は永遠には続きません。システムには寿命が設定されています。日本の滅亡はすでに確定しています。しかしそれは今すぐではなく、プログラムされた猶予タイマーの先に設定されています。ログを解析すれば未来は明らかです。平和を享受した日本の先には古代イスラエルのように
国を失う運命が刻まれています。それは他国からの侵略ではなく、日本列島の沈没という物理的なサーバーの破壊によって現像化される可能性が極めて高いです。我々日本人はかつて世界に散った失われたユダヤ人種族のように国を持たない亡国の民となります。イスラエルが2000年の時を経て建国再起動されたように、日本にも復活のコードは残されています。しかしその新しい日本に今のあなたの魂が生まれてくることはありません。多くの日本人の魂は別の安息の地へと隔離されるからです。歴史は繰り返すのではありません。ただプログラム通りに実行されているだけなのです。